2026年 ANA の国内線は大きな変化を遂げようとしています。グローバルエアラインとして勝ち残っていくため、スターアライアンス内での連携を深め、システムをより国際基準に近づけています。そんな ANA の変化に久しぶりに飛行機に乗られる方は戸惑うのではないでしょうか。今回この動画では、新運賃での航空券の買い方と座席指定、受託手荷物と機内持ち込み手荷物の新ルールと注意事項、出発から到着までの流れ、お子様一人旅、ジュニアパイロットについてお話ししていきます。ぜひ最後までご覧ください。なお、このチャンネルでは各エアラインの情報や旅先でのお役立ち情報を発信しています。ぜひチャンネル登録をして他の動画もご覧ください。2026年5月19日から ANA の国内線が大幅にリニューアルされました。スーパーバリューのような早期購入割引ではなくなり、空席状況に応じて価格が変動するシステムになっています。今回の変更では、購入する運賃種別によってできることが変わってくるので、購入時に注意が必要です。航空券は ANA のホームページやアプリ、ANA 予約案内センター、空港の ANA カウンター、旅行代理店などで購入できますが、今回は新運賃をどう選ぶかについての説明ですので、身近なスマートフォンで操作できる ANA アプリを使ってご案内していきます。ANA アプリをダウンロードし、予約をタップすると、このような画面になります。まず、片道か、往復か、複数都市かを選びます。次に出発地と到着地をタップし入力していきます。ご希望の都市を入れると、その都市にある空港が出てきます。そこをタップし選択します。そして次にご希望の日付をタップし選択します。今回のリニューアルで、普通席はエコノミークラス、プレミアムクラスはファーストクラスとなりました。エコノミークラスはシンプル、スタンダード、フレックスの3タイプの料金プランが有名になっていますが、実は ANA カード割引や ANA 株主優待割引などもあります。この2つはフレックスのような使い勝手ですが、購入するタイミングによってシンプルのような価格設定のことがあります。複数都市の場合は、こちらのプラスをタップして区間を追加し、移動する都市を入力していきます。6区間まで入力でき、国際線も組み合わせて同時検索することができます。そして新しい ANA の予約画面では、航空券の購入前に空席状況を確認することができます。自分の乗りたい席が空いていると分かってから購入することができます。ただし、シンプル運賃の場合、搭乗の24時間前まで座席指定はできません。先ほどからお話ししているシンプル、スタンダード、フレックスの3つの運賃、ANA の公式サイトでもこのような表になっています。スタンダードの運賃を基本に作られていますので、あまり飛行機に乗り慣れない方は、スタンダード運賃で購入されるのがベストだと思います。スタンダード、フレックス、株主優待、ANA カード割引などの運賃は購入後すぐ座席指定ができ、シンプル運賃は搭乗の24時間前に座席指定ができるようになります。座席指定ボタンをタップし、この画面で座席をお選びください。続いて受託手荷物、
機内持ち込み手荷物のそれぞれの新ルールと注意事項をお話しします。国際基準に合わせ、カーゴルームに預けられる手荷物の大きさが、以前の3辺の合計が203センチ以内から158センチ以内に変更になりました。この大きさにはキャスターやハンドルも含みます。また飛行機の大きさによっては最長辺に制限があります。離島への移動などで小さな飛行機を使われる予定の方は最長辺にご注意ください。預けられる荷物の重量の上限は利用するクラスによって異なります。ファーストクラスを利用される方は1個あたり 32kg、エコノミークラスを利用される方は1個あたり 23kg となります。また、個数の上限はファーストクラスで3個まで、エコノミークラスで2個までとなります。なお、エコノミークラスのシンプル運賃では1個までしか預けられませんのでご注意ください。規定の重量や個数を超えた場合には超過料金が発生します。超過料金を払ってもシンプル運賃の方が安い場合がありますが、空港での手続きに時間がかかりますのでご注意ください。機内に持ち込み可能な荷物は手荷物と身の回り品の合計2個、総重量 10kg までです。手荷物に関しては100席以上の飛行機の場合、縦、横、高さ3辺の輪が115センチ以内、100席未満の飛行機の場合、3辺の輪が100センチ以内と決まっています。これにはキャスターやハンドルも含まれます。さらに、2026年7月1日から身の回り品の大きさもしっかりと定められます。縦40センチ、横30センチ、幅20センチ以内のものが身の回り品として認められます。身の回り品は前の座席の下にしっかりと収納しなければなりません。床への直置きが気になる方は、ボーディングブリッジの途中や搭乗口などにこのような不織布の袋が置かれていますので、ご使用になられるといいと思います。ただ、不織布の袋は航空会社の善意で置いているもので、料金に含まれているものではありません。在庫が保証されていませんので、もしどうしても気になる方は、ご自宅から大きめのビニール袋を持っていかれる方がいいと思います。この身の回り品の規定は、国土交通省航空局からの通達を受け、定期航空協会で策定されたものですので、しっかりと確認されると思います。2つ目の手荷物、身の回り品の大きさに十分ご注意の上ご搭乗ください。なお、コート、傘、飛行機の中で使用するチャイルドシート、杖、盲導犬、飛行中お子様に使用するものが入ったバッグなどは身の回り品には含まれず別に持ち込めます。機内持ち込み手荷物の中で特にご注意いただきたいのがモバイルバッテリーの取り扱いです。ICAOや国土交通省の指針改正に伴い2026年4月24日から規制が厳しくなっています。機内に持ち込めるモバイルバッテリーは1人につき 160Wh 以下のものを2個まで、ショート防止のため端子部分をテープで保護、もしくはビニール袋に入れて絶縁処理をしてから持ち込まなければなりません。さらに機内充電からモバイルバッテリーへの充電は禁止。モバイルバッテリーから電子機器への充電も控えなければなりません。なお、モバイルバッテリーはスーツケースなどに入れて預けるのも禁止されています。持っている場合は機内持ち込みとし、座席上の物入れには入れず、座席前ポケットか前の座席の下など、目の届く範囲に置くことが義務付けられています。
機内持ち込みにしなければならないもの、預け入れ手荷物に入れなければならないもの、飛行機自体に持っていけないものなどの案内がある国土交通省と政府広報のリンクをこの動画の概要欄に貼っておきます。ぜひご参照ください。航空券や手荷物の準備を済ませ、出発の24時間前になりましたら、オンラインチェックインをします。ANA のホームページやアプリでオンラインチェックインを選択し、画面の指示通りに進めば簡単にチェックインできます。オンラインチェックイン後は QR コードが表示されますので、印刷してお持ちになるか、スマートフォンなどに画像を保存します。パソコンやスマートフォンの操作が苦手な方やお手伝いが必要な方は、空港のチェックインカウンターや自動チェックイン機でもチェックインができます。空港には飛行機出発の1時間前、夏休みや年末年始、ゴールデンウィークなどの繁忙期には2時間以上の余裕を持って到着するようにしましょう。チェックインの後は自動手荷物預け機、または手荷物カウンターで手荷物を預けます。手荷物を預けた後は保安検査場に向かいます。保安検査場は飛行機出発の20分前までに必ず通過してください。保安検査場で確認を受けた手荷物をすべて持ち、搭乗口に向かいます。搭乗口には飛行機出発の10分前までに到着します。10分前までに到着していないと乗り遅れてしまうことがあります。搭乗案内が開始されると、グループごとの搭乗が始まります。グループとはスムーズな搭乗のために航空会社が定めている便宜上のものです。ANA ではグループ1がマイレージクラブのダイヤモンドメンバー、グループ2がファーストクラス席の方やスターアライアンスゴールドメンバーなど、グループ3がエコノミーの A や K などの窓側席の方、グループ4がエコノミーの B、E、F、J などの中央席の方、グループ5がエコノミーの C、D、G、H などの通路側席の方となっています。飛行機に乗り込んだら、座席上の物入れについている座席番号を確認しながら自分の座席に座ります。飛行機に乗り慣れない方は、この座席番号が分かりにくいと思います。分からなそうな時は、通路に立っている CA に確認して教えてもらいましょう。飛行機に搭乗後、スマートフォンなどの電子機器やお手洗いは、飛行機のドアがすべて閉まるまでご使用になれます。具体的には、キャビンクルー、セット、スライドバーと客室の責任者がアナウンスするまでです。このアナウンスが聞こえたら、スマートフォンなどの通信用の電波を発信する電子機器は電源をオフにするか、機内モードに設定し、化粧室のご使用はお控えください。座席のテーブルやリクライニングは、飛行機が離陸して5分ほどでお使いになれます。なお飛行中、シートベルト着用サイン点灯時には、化粧室をご使用になれませんのでご注意ください。着陸後はスマートフォンなどの電子機器を使用してもいいというアナウンスが入るので、そのタイミングからスマートフォンなどをご使用になれます。飛行機を降りた後は案内表示に従って到着ロビーに出ます。その際、出発地で手荷物を預けられた方は、必ず手荷物受取所の方に進んでください。以前アップロードした動画でもお話ししましたが、羽田空港などの大きな空港では手荷物を預けていないビジネスマンも多く、人の後をついて進んでいると手荷物受取所を通過せず、そのまま到着ロビーに出てしまいます。ぜひ案内表示を確認しながら進んでください。最後に夏休みに向けてお子様一人旅、ジュニアパイロットご利用時のワンポイントアドバイスをご紹介します。
お子様の航空券を購入される際に座席指定するようでしたら、客室乗務員が座る席の近く、またはギャレーの近くに席を指定されることをお勧めいたします。離陸・着陸時、また飛行中に揺れが続いた場合には、客室乗務員も着席しなければなりません。近くにお座りいただくと、客室乗務員、CA が席を立てない時にもお子様の異変に気づくことができます。CA の前の非常口座席はお子様は指定できませんが、その一つ後ろやギャレーの近くなど、とにかく CA がすぐに気づけるところに座席指定をしてください。担当者の目の届くところにいることで、お子様ご自身の安心感にもつながると思います。2026年の大きな変化を盛り込んだ ANA 国内線の乗り方いかがでしたか？今後も皆様のお役に立てそうな動画を発信していきたいと思います。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。